のアンプの中身を変えるとか心拍を変えるとか上チャリでやるとね完全クズ人間RC2 ゴー。どうもじゃあラシコントーですベンジョルの大森さんですよね、はい、ラシコントーのウォシュレットをねつけるときに多大なるご協力をいただいた僭越ながら、はい、大先生です。よろしいですかね。絶好調です。ありがとうございます。皆様ぜひ綺麗に使ってもらってると思うんですけどもね。はい、で今日なんですけれども大森さん TA08 を買いました。でねこういう感じにマシンがなってるんですけれども、はい。もう ほぼタミチャリ仕様にしてあるっていう。そうです。レギュレーションはもうタミチャリ仕様で、ちょっとバッテリーだけが今練習用で。でこれねマシンの方がねこれちょっとやっちゃっていい？どうぞ。これねこのすごいよじれるんですよね。しなるんですよ、この見えるかな、こういう感じですごいしなるよね。はい。他の方、買った方も見ると、はい、TA08 はしなって走るとしなって走る教わりましたんで、もうこういう設定でなるほど、行きたいかなと思ってます。こんだけしなるとね、足回りってどうなんだろうって感じもするからね、シャシーグリップが相当出るのかなって。でもね、シャシのこのねじれとかを使ってそうですを走るっていう感じでね、多分でよく曲がると聞いてます。なるほどなるほど。これオプションもなんかついてますよね。はい、タミヤさんの初期のオプションは入れれるだけ入れました。はい。ね、ステアリングのパーツとですね、サーボマウントと、はい、あとダンパーステーカーボンですよね。前後ですね。はい。あとスタビライザーも前後。スタビもついてますね。はい。これでタミチャリの方に出ると。はい。出たいと練習したいんですが、なぜかですね。シープダウンがドリフトから入っちゃったんですよ。これタイヤがねドリフトタイヤがついてるんでまだグリップではシープダウンできてないまんま。なるほど。これフロントのギアリフトってかなりもっちりしてるね。タミヤの本当に純正で10万番がリアは何番これ？3000番です。3000番ですか。これがまずはタミヤの TA08 のなるほどなるほど。ですね。でね、こちらの方ちょっとドリフトをねまずしていくなんで、もう TA08 のねドリフトチャレンジ、っていう風でねちょっとやっていきたいなっていうふうに思っているんですけど、グリップも先にドリフト仕様でドリフト仕様で走ってみようというところですよね。じゃあねちょっと一遍走ってみて、どんな感じかっていうのね見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。惜しいですね。惜しいね、惜しいね。これね、四駆の操作を知っとる人は結構走れると思うんだけど、四駆と二駆をちょうどね、中間ぐらいの走り方をするマシンで乗ると乗れるような気がする。やっぱ前後デフだとね、結構むずくてね。やっぱり角度がついとるときに切りながら握るとどうしても振り切っちゃうので踊ってマシンが、だからその角度つけとるときはそのついとるときにガで細かく調整してもらって、加速時は基本ステアリングがまっすぐだよね。これまっすぐですね。出ないと。お、いいじゃないですか。惜しい惜しい。あそこはねもう煽っていくしかないんですよ。煽るかブレーキの出し入れかっていうので、これもうちょい握った方がいいかな。あれだとねちょっとグリップ走行になっちゃうもんで、ブレーキ使ってる？
ああそこはもう基本なんて言ったらいいのかな、もう普通の単位で入っていくって感じ。乗ってた感じは単位で入ってってケツが少し流れ始めるもんで、そこでちょうどいい角度を利用して回ってくっていう感じ。ぶっつけ本番タイヤを一番最初が P2 でやって、次にあれ DRC で走って、今度ポリカタイヤでねちょっと走ってみるっていう風でね、多分滑るようになればもう少し走るようになるとは思うんだけどね、リスのおじさんのアドバイスみたいに。どうでしょうかね、良くなってくれるといいんですけど、1コーナーお、いい感じじゃないですか。惜しい。この1コーナーは難しいね。ここはほんお、なんとかなんとか。あ、そうですか。
だらーっとついてくる。第1コーナーマスターしましたね、店長。ねえ、きれいにつないで、はい。ええ。5アンダー。はい。耐えたうまい。はい、じゃあね、今走り終わったんですけれども、で大森さん走ってみてどうだった？僕は肉から入った人間なので、はい、4区自体の経験がないままはい走りまして、えもう歴然と今感じたのは肉ジャイロにあやがってて助けられたのだなというのは率直でした。なるほど。で店長さんはさすがに経験あるんでやっぱりうまいんですよね。ってことはこの車としては一応走るという結論は持ってます。あ、なるほど。ただ面白いのがタイヤ3種類店長と一緒に試してみました。今回ね P2 でその後ヨコモの DRC で最後にこのポリカタイヤの方をちょっと試してみたんですよね。でさすがに P2 はグリップが強くてですね、グリップ走行に近いような走りでなかなか滑ってくれないんですけど、C を変えたあたりからやっぱり踏めばケツがちゃんと流れ出して、ただ練習走り込みすれば走っていけるんじゃないかなと思ってます。そんな感じなんですね。僕もちょっと乗ってみてね、まずこれ4区っていうことと、あと前後デフが入ってるんで結構難しいんですよ。あ、そうですか。前後デフのマシンっていうのは、どっちかをロックしてもらうとかなり走りやすくはなるんですけれども、一応タミヤさんとかだと XB とかだと大体もう振りくっちゃうんですけれども、あれの場合はリアでフロックとかすると結構安定するっていう風なんですけど、こちらのマシンもそういう風にすれば走るだろうなっていうのはしたんですけれども、一応タミチャレ出るマシンなんでそういうデフロックしようとかそういうことも一切言いませんので、でこれで頑張って走ってみた感じなんですけども、やっぱり P2 で走るとやっぱりグリップが高いんで、そうするとその挙動がかなりクイックになるのですごい難しいっていうのがまず一つ。そうですね、ピーキーですね。ピーキーですね。で DRC に変えてこれでかなり乗りやすくはなってはきました。マイルになりましたね。でもちょっとね結構繊細なところがあって難しいんですけども、で最後にポリカに変えて結構流れるようになったんで、その辺でアクセルの出し入れっていうのがやりやすくなったんで、その辺でちょっとだいぶ乗りやすくはなったのかなっていうことはすごい思いますね。でね、あとやっぱりタミチャレ仕様にしてあるんで、アンプもモーターもこれいじってないんですよ。そうです。タミヤさんのレギュレーションですね。そうですね。でギア比も 5. 点いくつぐらいかな。そうです、純正なんで。なんでやっぱり横を見た時のパワーがどうしても少し足りないんで、深い角度に一気についちゃうと中に巻き込んでしまうっていうことがあるんで、その辺がちょっと難しいのかなっていうところはちょっとありましたね。実際ね、アンプの中身を変えるとか心拍を変えるとかタミチャレでやるとね、完全クズ人間みたいなことをやると走ると思うんですけど、それは実際ダメだと思うんで、タミチャレ仕様でドリフトであくまでも走ってみたというところになっておりますと。またちょっとね、僕が斬新だったんで走り込んで、またラジコンのドリフトカテゴリーとして、楽しみたいなと思ってます。いや、よろしくお願いします。いや、大森さん違う。ドリフトカテゴリーですって話で、これグリップで頑張ってもらう。そうですよね。そう。ちょっと我に返らないといけないですね。そんな感じなんで、これが走ってみた感想というふうになりましたので、ありがとうございます。もし皆さんもね、ドリフトで走る分にはそんなぶっ壊れることはないんで、
まあ、大切な旅チャリマシンかもしれないんですけれども、まあ、こういうふうに走れますよっていうことで、ね、はい、をちょっとやってみたいというふうになります。単元に本格的にいっちゃうと出るとおろそかになっちゃうんで、二刀流でいいですかね、店長。また今後ともお世話になって。これからはね、もうベンジョルの大森を卒業してね、やっぱラジコン統合の大谷翔平身長も足りないし、ちょっと無理があるっていうふうにね、頑張ってもらいたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。